皆様、本日はですね、こちらにあります、きゅうりを使って、超やべえ、きゅうりの2分の1本漬けやっていきたいと思います。はい。1本漬けはよくあるんですけども、個人的にね、2分の1本っていうのがね、とっても食べやすくて良かったので、今回はそちらでやっていこうと思うんですけども、去年かね、一昨年ぐらいに一度ね、1本漬けは作らせていただいてるんですよ。ただその時よりもかなりグレードアップしていますので、ぜひ作っていただけたらなと。これからね、暑い時期になりますが、そういうの日にね、合う料理になってると思いますので、ぜひ皆さん真似して作ってみてください。まずはですね、はい、こちらのきゅうりなんですけども、きゅうりをこのピーラーとかでこんな感じで皮を軽く剥いてあげてください。こうすることによって味がめちゃくちゃ馴染みやすくなるですよね。はい。なのでこれを全部やってあげてください。いやね、これマジでめちゃくちゃ美味しいからみんな試してみて。今回のはね、結構自信作です。今回のも自信作です。はい。今回は6本分の分量でやります。なのでつけ汁がね、浸からない場合は、今回は使わないんですけど、こういったジップロックとか、そういうのを使って、ちゃんとしっかり浸かるようにしてあげてください。空気抜いてね。いやー、暑くなってくるとね、急にね、これが食べたくなるんですよね。一本漬け。美味しいよね。で、今回はね、ちょっとピリ辛になってるんでね、お酒のおつまみにももちろんね、いいですし、ちょっとした副菜にも最高ですよ。ただ、ピリ辛といってもそんなね、めちゃくちゃ辛いとかじゃないんで、お子さんでも全然食べられる辛さになってると思います。で、今回もできるだけ簡単なレシピになってるので、ぜひぜひ試してみてください。はい、皮とりあえず剥いたら、板ずりをします。このね、板ずりはね、絶対してほしいんですよね。この板ずりをしてあげることによって、色が鮮やかになったり、その表面のボツボツしたところが取れたりとか、小さじ1ぐらい。この後どうせ洗い流しちゃうんで、適当で大丈夫です。板ずりしやすいように。まあいろいろね、皆さんやり方あると思うんですけど、こうやってやる方もいるし、こうやってやる方もいるし、僕はね、もう普通に一本持ってこうやってやっちゃったりもします。どっちでもいいですよ、やりやすいようで。で、これ、先ほど言ったんですけど、これをしてあげることによって、表面がね、滑らかになったりとか、あと、小さな傷がついて、味がね、染みやすくなったりとか、あとは、この、きゅうり特有のね、臭みとか、そういうのも抜けたりするんで、これはね、絶対やってあげてください。もうすでにね、こすってる時点でね、めちゃくちゃきゅうりの香りするんですよ。きゅうりがね、いくら好きって言ってもね、やっぱ青臭いのって結構苦手な方多いじゃないですか。そういうのはね、こういうので絶対抜けるんで、やってあげてください。これはもう絶対。僕はちょっとね、念入りにやってあげる。でも触ってる間にね、ちょっとわかるんでね、もうね、ちょっとね、しなってくるんですよね。それぐらいまでやってあげてください。はい。で、もうすでにめちゃくちゃ水分出てきてるんだけど、タレを作る間だけこれ置いといてください。その間にね、余計な水分をできるだけこの状態で出します。長く置く必要はないですよ。水分が入ってもね、ちょうどいい味の濃さにするつもりなんで、タレを作ってる間だけ置いといてください。動画よりね、まな板の上でやっちゃってるけどね、普段僕はね、もう流しの上でやっちゃいます。で、こちら続いて生姜ですね。結構たっぷり入れてほしいんですけど、今回6本分に対してこれぐらいの量。ニンニクで言うと3かけ分ぐらいはあるのかなぐらいを入れて。まあ、ここら辺はね、結構ね、適当で大丈夫です。はい。で、僕は汚れてる部分だけ削ったら、もう皮のまま使っちゃいます。気になる方は別に皮全部剥いちゃってもいいですよ。ただ皮の部分がね、結構香りとかもあっていいので、できれば使ってほしい。これを、細切りにして使います。もう生姜は絶対入れてほしいね、やっぱね。あとは、細切りにするだけですね。はい、こんな感じで細切りにしちゃったら、綺麗なね、こちらタッパーにもう全部入れちゃいます。
包丁使う作業終わりにしたいんで、今のうちきゅうりも切っときます。半分に。先端のところはね、別に切らなくても食べ終わギリギリまで食べるってことを考えて、別にカットしてもカットしなくてもどちらでもいいですよ。もうすでに見てみんなほら、めっちゃ水分出てるでしょ。ほらほら、こんな感じで出るんで、はい、そしたら包丁使う作業はもう終わりです。簡単。では早速タレ、やみつきなタレ作っていきたいと思うんですけども、まずはこちらですね。塩昆布。はい、こちら出汁も出て塩気も出るんで、もう絶対入れてほしいんですけど、こちらを大さじ2。はい。続いてはこちら白だしですね。こちらがね、見ていただけるとわかるんだけど、白だし30に足して水が270だったりとかするんで、だいたい10倍濃縮くらいかなのやつなんですけど、こちらをね大さじ6。もうねこれ美味しいんだよね、本当にこのだし。2、6。はい。で続いてがこちら醤油。こちらは大さじ2。醤油はね絶対入れてほしい。白だしだけだったりもするんだけど、やっぱ醤油入るとね味がね一気に入って美味しいんだよね。はい、続いてこちらお砂糖。お砂糖は小さじ2。で続いてこちらお酢。お酢は大さじ2ですね。これはね酸っぱいのが好きな方はねもうちょっと入れてもいいですよ。味の決め手じゃないですけども、こちら豆板醤。これは絶対入れてほしい。もう間違いなくこれはね僕はたっぷり入れます。普段ねタレで作るね辛さとは違って漬物ってそんなに辛くならないんですよ。なんでこれ僕大さじ1入れます。はい、こんぐらい入れます。最後にこちら唐辛子。これをお好み量入れてください。小さいお子さんがいる方はねそんなたくさん入れなくてもいいですけど、やっぱり味が締まるんで少しは絶対入れてください。1つまみ、2つまみ、僕は3つまみぐらい入れます。ちょっとピリッとしてる方が本当に美味しい。でこれをかき混ぜる。これだけです。もうすでにめちゃくちゃいい香りしてるし、でこの状態だとめちゃくちゃね味が濃そうだなとは思うんですけど、きゅうりってびっくりするほど水分出るんですよ実は。一回茹でたりとかね塩もみして水をね抜いたりすればそれでも出るかなぐらい結構水分がたくさん入っている野菜なので、今回の料理に関しては水分がいっぱい出てもいいように配合してあります。つけだれ完成です。あとはこのきゅうりですね。きゅうりをきれいに洗って入れるだけです。ということできゅうり洗ってきます。でもほらちょっと今きゅうりの話になったけど、よく見るとみんな見て、もうかなりツヤツヤになって水分いっぱい出てるでしょ。これはね全部ね青臭さの原因だったりもするんで、これ全部洗い流します。きれいに洗ったきゅうり、もうねわざわざ水を切ったりとかそういうのもしなくていいですよ。はい、これをあとは入れていくだけです。はい、こちらで超やべえきゅうりの1/2本漬け完成です。完成とはいえ漬けなきゃいけないので半日ぐらい漬けて、一回下にあるきゅうりと上にあるきゅうりを取り替えてあげてください。では約ね半日12時間ぐらいですね漬けた状態をね見ていきましょう。はい、こんな感じ。水分もねもうねめちゃくちゃこんな風に増えてるんですけども、ちょっとねどれだけ染みてるのか味もちょっと見ていきたいと思います。じゃあどれぐらい味が染みてるのか見ていきます。もうね完璧、めちゃくちゃ美味しい。はい、ということで半日つけたらねもうめちゃくちゃいい感じに使ってるので、その時に味見してみてちょうどよかったらもうその状態できゅうりを出してあげて、まだもう少しつけたい場合はそのまま引き続きつけてあげてください。で今回の分量で言うとだいたいもう 1,2 時間ぐらいしたら浅漬けになってる状態で食べられるので、ちょっとねまだきゅうりの香りがしてた方がいいっていう方はその状態で食べて、でもう完全に使ってる状態で食べたい方はもう半日以降で食べてみてください。で今回分量だと白だし大さじ6になってるんですけども、結構薄めで食べたい、もう本当にこれ単体で食べたい方は白だし大さじ4の醤油大さじ1で作ってみてください。ということでこちらで超やべえきゅうりの1/2本漬け完成。早速実食していきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきます。俺最高の朝ごはんなんだけど、これ最高でしょ。はい、乾杯。乾杯。でまずはね、まずはもうこれだけで。ではいただきます。あ、これすぐうまいやつ。あ、うまっ。ちょっといただきます。濃さもちょうどええ。これ今どれくらい続けてんの？これで半日だね。だからもうすぐ食べたい方は2、3時間でも十分美味しい。ただやっぱ半日以上はねつけてほしい。これちょっとこの酸味がある感じいいね。ちょっとマジでうまいわ。これはたまらん。ちょっと俺もういい？うん。ご飯との相性、これもうこれ食べただけでわかるわ。相性はめちゃくちゃええ。もうね、ビールとかお酒飲んでる方はもうこれだけでもう全然進む。漬物できゅうりの一本漬けみたいな感じでさ、居酒屋でさ頼んでこれが出てきたらもう最高だと思う。絶対もうこのお店美味しいんだろうなって思うよね。やっぱね、きゅうりの一本漬けってね、お店によって全然味違うんだけど、僕はやっぱこの味付けが一番今大好きです。浸かりすぎてないっていうのがいいよね、まず。じゃあちょっと米としてね。梅が入ってます。梅入れました。うまっ。でやっぱね、このね、食べてみると分かるんですけど、最後にちょっとピリッとしてるんですよ。それがもうアクセントになっててめっちゃうまいです。ただ辛いんじゃなくて、本当にお子さんでも全然食べられる辛さなんで、おにぎりと相性抜群。うまっ。マジでうまい。あとさ、お家のおにぎりってさ、噛んだらさほぐれるじゃん。わかる？コンビニとかのおにぎりってそういうのがないじゃん。もう塊ボサッとしてるからさ、このおにぎりって最高だと思う。ここからちょっとカットしてないんで。オッケー。2分の1本ね。2分の1本。2分の1本。普段はね、もうこれをね、もうほんとバーベキューとかに持ってっていただければみんな大喜び。暑い日には最高だよね。もう最高。もうこれ最高。ということで、思いのほかね、こうちゃんがいっぱい食べてくれるんで、追加でカットしてきました。ありがとうございます。うまい、これは。ほんまにうまい。やっぱこの出汁が効いてる感じがもうめっちゃわかるよね。わかる。またもう生姜たっぷり入れてほしい。やっぱりこの清涼感がたまんない。合うね。ほんとこれおにぎりとお漬物だけでいいもんね。なんだろう、2分の1本漬けってさ、2分の1本出したけどさ、カットしてある方が食べやすいね、やっぱ。結論。なんだろう、やっぱこの食感、この薄いからこそのこの食感あるよね。ということで、本日はですね、つけるだけでとっても簡単にできる、超やべえ、きゅうりの2分の1本漬けを作らせていただいたんですけども、もう1本漬けだとね、やっぱね、そのまま食べると結構意外とね、大変なのと、漬けるときに一番苦労するんですよ。なんで僕はね、いつも2分の1本で漬けるんですけど、もうやっぱりね、いつも通り味付け完璧でした。うまい。もうこの味付けにすると、本当にちょっと醤油とかの味もあるし、あと出汁だね。いろんな出汁が入ってるんで、その風味がね、めちゃくちゃ美味しいのと、生姜たっぷりなんで、生姜のこの清涼感もすごいいいんですよね。で、やっぱり、決め手の豆板醤。これ入れると、味噌のコクもあるし、あとはやっぱこの最後にピリッとする感じがめちゃくちゃやみつきになるので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと思います。はい。もうね、おにぎりとかの相性とも抜群なんですけど、やっぱね、ビールのつまみ、暑い日にはね、このビールとこれさえあれば、もう永遠に飲んでられるので、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。